こんにちは。ぽっちゃり健康オタクの小入です。今回は食料高騰に備えて旬の果物で自家製保存食を作ります。目標は1年保存です。1つ目はいちごのコンポート。パンケーキやアイス、パンにつけるいちごソースです。常温で1年保存です。2つ目はいちごジャム。糖度を上げて密閉状態にするんで常温で1年保存可能です。3つ目は超簡単にできるいちご酢。これは冷蔵庫で1年保存できます。いちごを洗う時のポイントは蓋を取らずに洗います。いちごは水分を吸いやすい果物なんで先にヘタを取ってしまうとその部分から水を吸っていちごの風味が落ちてしまいます。ジャム用のいちごが5、600円であったのでそれを使ってます。今回は生のいちごと一晩冷凍したいちごを用意しました。砂糖は甜菜糖と氷砂糖を使用しましたが好きなもので大丈夫です。瓶と蓋は必ず煮沸消毒したものを使ってください。材料はこちらです。セリアで購入した450ml の瓶を煮沸消毒して、まだ瓶が熱いうちにいちごを入れていきます。布巾状態なら乾いた瓶でもいいです。途中で瓶を振ったりしてスペースを空けていちごをたくさん入れてください。最終的な出来上がりは量がちょっと減るんで、瓶ギリギリまでいちごを入れた方がいいです。今回はちょっといちごが足りませんでした。1瓶に大さじ3杯くらいの砂糖を上からかけます。私は甜菜糖を使いました。ここにお湯か水を入れます。簡単にはしないでください。しっかりと蓋をします。蓋はちゃんときつく閉めないといちごが腐ります。蓋は一度反対に回してから閉めるときちんと閉まりやすいです。蓋を開けるときは蓋と瓶の隙間にスプーンの先を差し込んで軽く押し上げると開きやすいです。最後に熱を加えます。鍋に水を入れて瓶を逆さまにして入れます。瓶の半分が浸かるくらいは水を入れてください。瓶を逆さまにしなくてもできますが、その場合はガラスが直接鍋に触れないように必ず布巾を敷いてください。強火にして沸騰したらそのまま25分くらいは強火のまま加熱します。瓶がカタカタ揺れるうちは蓋が膨らんでいるんで中が真空になっていない状態です。これは海外の有名 YouTuber さんの動画を参考にしてアレンジしたレシピです。これがあればデザートやスイーツのいちごソースがいつでも作れます。ちゃんと密閉できれば1年保存できる保存食になります。25分くらいしたら火を止め、2時間くらいはそのまま放置します。2時間放置したんで夜になってしまいました。赤い色がとっても綺麗です。もし蓋が膨らんでいるなら密閉が失敗しているんで、もう一度きちんと蓋をして加熱処理をしてください。もしくは蓋自体を変えないといけないです。瓶を取り出したら瓶の蓋をまた下にして半日ほど置きます。私は一晩放置しました。蓋が膨らんでいると密閉できていないんで長期保存ができません。瓶の蓋を下にした状態で瓶がガタガタ揺れず、蓋が少しへこんでいれば密閉状態なんで完成です。翌朝の状態です。とても綺麗ないちごのコンポートが出来上がりました。これを使うときは鍋に中身を出して数分煮るだけで使えます。味見をして砂糖や水を加えてください。いちごそのものを生かしたソースなんで、パンケーキやパン、アイスにかけて食べると美味しいです。保存は直射日光の当たらない比較的涼しい場所で1年間常温保存ができます。2つ目、いちごジャムの材料はこちらです。これは一晩冷凍したいちごを冷蔵庫で解凍したものです。いちごに含まれる水分を出すための作業になります。時間がなければ生のいちごでも大丈夫です。砂糖は好きなものを使ってください。私は甜菜糖を使いました。長期保存するためには糖度が重要です。使ういちごの重量の 30% の砂糖を用意してください。今回はレモンがなかったので、アイハーブのリンゴ酢と GSE 濃縮液を使いました。ジャムを固まらせるペクチンは柑橘類の種にも多く含まれます。だから実験的にグレープフルーツの種子由来の GSE 濃縮液も入れてみたけど、おすすめはできません。菌の繁殖を防ぐ防腐剤の役割もあるんで、うまくいけば次回からも入れてみようと思います。
この水分はすべていちごから出た水分です。なぜ冷凍したいちごを使うかというと、解凍した時にいちごの中に入っている水分を出すためです。そうするといちごの中までしっかり砂糖が入っていくんで、いちごが腐りにくくなります。しかも煮込み時間も短くなります。いちごの重さの 30% の砂糖を使います。いちごが 500g だとしたら 150g の砂糖になります。レモンの搾り汁は1/2の1個分です。鍋をかき混ぜながら強火で煮詰めます。いちごが焦げないように注意してください。ぐつぐつ煮込む感じで OK です。強火のままかき混ぜながらアクを取りながら煮詰めてください。私はアクは捨てない派です。人生フルーツという映画で有名な津端修一さんと秀子さんの本を読んで、アクを最後に戻すといういちごジャムの作り方を知ってから真似してます。アクを戻す方が濃厚さが増すというか、コクのある深い味わいになる気がします。今まで他にアクを戻すという人見たことがないんで、見た目や保存状態が気になる方はアクを捨ててください。さらに煮詰めて糖度を上げます。ちなみに一つ目に紹介したいちごのコンポートとこのいちごジャムの違いは煮詰めるか煮詰めないかです。2つとも加熱はするけどコンポートは煮詰めず、ジャムは煮詰めます。いちごに限らずフルーツでジャムを作るときはそのフルーツの重さの 30% くらいの砂糖が必要です。完成したジャムを冷蔵庫で保存する方は砂糖控えめの 20% くらいでも大丈夫ですが、常温で長期保存するなら砂糖は 30% くらいは使った方がいいです。だんだん煮詰まってきました。ここまでで15分くらい煮詰めてます。私はジャムっぽい仕上がりが好きなんで、ヘラで少しいちごを潰してます。潰さない人も多いのでお好みでどうぞ。ここで20分です。私は長期保存するために糖度を上げたくてちょっと長めに煮詰めてます。これくらいで火を止めました。だいぶ煮詰めたんでトロトロです。レモンの代用品を使いましたが、ちゃんとジャムっぽい感触になってます。本当に深みのある甘い香りがすごいです。煮沸消毒した瓶に熱々のいちごジャムを入れます。ジャムは瓶ギリギリまではいかないけど、こんな感じでちょっと上の方まで入れてください。瓶の縁は拭いて清潔にしてください。すぐにしっかりと蓋をします。蓋は一度反対に回してから正しい方向に閉めるとしっかりと閉まりやすいです。熱々の状態で蓋をしたので内圧が高くなって蓋が膨らんできます。瓶ごと煮沸して無菌状態を作ります。鍋に布巾を敷いてからジャム瓶を入れます。瓶が半分以上浸かるくらいの水を入れて弱火にかけます。沸騰してから15分くらいはそのまま弱火で煮沸してください。鍋に残ったジャムです。濃い赤色が本当に綺麗で、きちんと煮詰めたんで長期保存できそうなトロトロの状態になってます。舐めてみました。砂糖が 30% も入ってるんで、ちょっと甘めのジャムです。やっぱり手作りだから濃厚ですごく美味しいです。沸騰したんで15分、弱火のまま煮沸します。完成です。瓶を鍋から取り出します。熱いんで気をつけてください。左が最初のいちごのコンポートで、これが今作ったいちごのジャムです。まだ熱々の時は瓶の内圧が高まってるんで、蓋が膨らんできますが、冷めると蓋がへこんできます。へこむと密閉状態になっている証拠なんで完成です。私はいつも常温で瓶を冷ましてます。これは翌朝の状態です。いちごのコンポートもジャムも本当に綺麗でテンションが上がります。飾っておきたいくらい可愛いです。高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で1年間常温保存ができます。最後に美容と健康にいいいちご酢をご紹介します。すごく簡単です。材料はこちらです。
これもジャム用のいちごを500円くらいで買ってきました。今回は氷砂糖がおすすめですが、好きな砂糖で構いません。お酢はいちごジャムでも使ったアイハーブのアップルサイダービネガーを使ってますが、他のリンゴ酢でも穀物酢でも大丈夫です。私はコクを出したいんで、甜菜糖も一緒に加えます。いちごを洗ってからヘタを取ります。ヘタの近くが白っぽいものがありました。これは熟しきっていないんで、身全体が鮮やかな赤色のものが新鮮でおすすめです。丁寧に優しくいちごの水分を拭き取ってください。いちごは加熱処理はしないんで、煮沸消毒した清潔な瓶があれば、とても簡単に作れます。作り方はいちごと氷砂糖とリンゴ酢を1対1対1ぐらいで混ぜ合わせるだけです。分量を測る人もいますが、私は大体の目分量で作って失敗したことはありません。順番は先にいちごで後から砂糖です。蓋をするように氷砂糖を入れます。私はコクを出したいんで甜菜糖もプラスしました。こんな感じで量は適当で大丈夫です。だいたい1対1対1にしてください。最後にリンゴ酢を入れて蓋をします。常温に置けば2、3日で飲めるようになりますが、1週間くらいはいちごをつける方がいちごの風味がしっかり出て華やかな味になります。ただし砂糖が溶けるまでは1日1回は瓶を振ったりひっくり返したりしてください。私はだいたい1週間近く毎日瓶をひっくり返して砂糖が溶けているかチェックしてます。いちごは1週間経ったら瓶から取り出します。私の場合はいちご酢ドリンクを作るときに一緒に食べてます。炭酸や牛乳で割ったりヨーグルトにかけたり酸っぱさの中にいちごの甘酸っぱい香りがして甘くてすごく美味しいです。出来上がったいちご酢は冷蔵庫で1年保管できます。常温保存はできません。フレッシュないちごの風味を楽しみたいなら1、2ヶ月で使い切ってください。私はあんまり気にせずなくなるまで毎日ちびちび飲んでます。氷砂糖は少しずつ時間をかけて溶けるんでいちごのエキスが出やすくなるし、いちごが浮いてこないんで短時間でいちご酢が出来上がります。もちろん普通のお砂糖でも作れます。今回ご紹介したいちごの自家製保存食です。いちごは薬膳や漢方では熱を取る働きがあって高血圧予防になると言われます。喉の痛みを伴う咳や発熱にもいいとされる果物です。ビタミン C が豊富なんで美肌や風邪予防にもおすすめです。今回ご紹介した3種類とも開封したら冷蔵庫で保管します。私はいちご酢以外は備蓄したいんでしばらく常温保存しておきます。今回使ったアイハーブのアイテムは概要欄にリンクを貼っています。私のクーポンコードもあるんで使ってもらえたら嬉しいです。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。